はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。前回の動画が大変見にくくて申し訳ありませんでした。それでも皆さん温かいコメントをありがとうございました。いつもコメント多くてとても嬉しいです。ありがとうございます。もしまだねチャンネル登録してませんでしたって方はぜひ忘れずにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では早速いきましょう。お願いします。前回大牛座さんだけアップがちょっとだけ遅れたんですけども、すいません、そういうのもありまして、アップする直前にちょっと修正箇所を見つけてしまったりとかすると、また修正してアップしてっていうのはちょっとお時間かかるんですね。でも絶対に忘れませんから大丈夫です。12星座ちゃんとアップします。お S。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。フール、ペンタクス7の逆、ワンドナイト逆、カップ10逆、ソード3、ワンド2の逆、ソードエース逆。気をつけることや対策はワンドクイーン逆とジャッジメント逆とオラクルはカップのキング逆です。そうですか。なかなか興味深いですね。ちょっと星の話ですけれども、まずこの8月の前半っていうのは少しなんか帰る場所に帰るっていうか落ち着くみたいな感じのエネルギーの時なんです。なんかまるでちょうどねお盆とかありますけれども、自分の帰る場所に落ち着く場所に行って心を落ち着かせて何にも心配することなく、心配することなく入れられるっていいなって思うみたいな。でそうすることによって整えられ、もう一度活力が湧いてくるみたいな。心配事やなんかやらなきゃいけないことやタスクっていうのはちょっと置いといて、ってこう落ち着くみたいな感じの星の流れなんですね。でその中でも特に8月の4日が新月です。でこの時の新月っていうのは少しこれは大牛座に限らずなんですけど、全星座共通で少しナイーブなエネルギーもありまして、ちょっと霧がかかってるなとか、ちょっと見えにくいなっていうものをあえてはっきりさせましょうとか、あえて何かこうその不安をかき消すように何かを頑張りましょうみたいにしたくなるんですけれども、なんかそうやってこう現実的な行動で不安をかき消していこうみたいなエネルギーもあるっちゃあるんですけれども、大牛座の皆さんはこの8月の前半っていうのはそれをむちゃくちゃこうかき消していくというよりは、まずちょっと落ち着きましょうかみたいな、ちょっと落ち着いてお茶飲みましょうかみたいな感じのがいい時なんですね。そうすることによってふとした時に本来の自分に戻り、その何かの必死でその何かに抵抗して何かをしようとしたり、言い訳を考えたりとか、批判されないようにこう頑張るとかではなく、素の自分でほっと力を抜いた時にどうすべきかっていうのが分かるみたいな、そんな流れです。8月の5日からですね、水星が逆行するんですね。でこれは一般的には交通手段が乱れやすかったりとか、コミュニケーションも誤解が生まれやすかったり、ビジネスとか商談ももう一回考えてみましょうとか、こういろいろ振り出しに戻ったりみたいな、そういうねことが起こりやすい時なので、これはもうあえてそういうもんだというふうに理解して、じゃあ確認はしっかりしましょうみたいな、ちゃんと余裕を持って家を出ましょうとかね、コミュニケーションもちゃんと確認しましょうとか、勉強とか仕事っていうのもちゃんとスケジュールを変更できるように余裕を持たせておくとか、そういうのがとてもいい時なんですね。ただ大下の皆さんっていうのはその全体の流れが自分の帰る場所に帰って落ち着くよっていうエネルギーがあるので、落ち着いたところからいろんなことを想像したくなったり対策を打ちたくなったりっていうのはできるだろうなって感じがします。いくらこの逆行期間であったとしても。で逆に違う側面から考えることで出てくる案みたいなものがすごい自分を安心させてくれたりすることもあるかもしれません。それをちょっと踏まえた上でいきます。でさらに8月の後半の22日以降になると、じゃあやってみようっていうようなすごくこう前に出てくるエネルギーになるんですね。なので今年この8月の前半、特に22日ぐらいまでは
自分を落ち着かせる、ゆっくりさせるとか、帰る場所に帰ろうみたいな、そんな感じでいてください。帰る場所がないっていう方もですね、別にそれは物理的なその実家とかそういうことではなくて、自分が落ち着く、心の状態を作るっていうふうに思っておいてくださいね。なんか例えばあれもしなきゃいけないしこれもしなきゃいけないしっていう、そのいろんなタスクとか心配事がもし日常生活埋め尽くされているとしても、じゃあこの日の何時から何時までこの1時間だけは私は何をしてもいい時間にするとか、全部許されてる時間にするっていうのを最初に設定してしまって、その時間は何にもしないとかね、ただただ好きなことをしていい時間にするとかっていうふうに決めるとできたりするので、なんか環境がそう与えてくれるのを待つというよりは、自分でその時間を作るようにしてみてくださいね。でカードで見ると、なんだか今は何も考えたくないんだみたいな感じがあります。入り口のところがもうフールになっていて、もういろんなことを考えたくないみたいな、現実逃避したいということかもしれないし、もしくは今まで一生懸命やってきたからもうちょっと休憩させてもらいますみたいな、もうちょっとそれはいいですみたいな形でね、こういろいろ考えたりとか対策打ったりとかするのはもういいですっていうふうにしたいのかなって感じもします。それとやはり前回も言いましたけど、この時期っていうのは非常にその自分の価値っていうものをね作っていけるよっていう時だし、お金も稼ごうと思ったら稼げるよねっていう時なので、そのところからもうちょっと、じゃあ稼げるって言われてるけどどうやって稼ぐのとか、いいって言われてるけどどうやってそれを現実化するのとか、何かその現実が本当に悲惨っていうよりも、じゃあこの現実を変えるためにいいよって言われてるけどどう変えればいいのっていうような、ちょっとある意味贅沢な悩みっていうのかな、こう、プラスアルファしていくにはどうしたらいいのかなっていうことを考え始めてるのかなって感じがします。このカードがそうなんですけど、これは現実的には悪くないんですよね、全然。だけど自分が思ってるのとちょっと違うんだとか、もうちょっとこうしたいんだけど今が悪いわけじゃないからそれも捨てられないしみたいな、そんな感じのカードだったりするんですけども、なので何かもう少し自分にプラスして何かって言った時に何をっていうような感じなんだろうなって思うんです。で見方を変えれば、自分はこれだけ恵まれてるじゃないかとか、こういうところでいいこともあったじゃないかとかっていう、その完全に全否定自分をするわけじゃないから、何をどう変えていいか分かんないし、もうそんなことを考えること自体がもう面倒くさいみたいな感じがありますね。でもですね、ここで言われているのはちょっとね話戻っちゃうんですけれども、大志田の皆さんね、やはり今年の頭もそうですけど去年とかも、相当いろいろなんか変化あったんじゃないかなと思うんですよね。でその人生の大きな変化っていうものを体験したんです。もうすでに体験したんです。でその体験したものの中で、なんとか切り抜けたって言って息も絶え絶えになんとか切り抜けたっていう状態なのか、その経験したことから自分がどんな強さを身につけたのかとか、何が一番痛かったのかとか、それによって何に気づいたのかっていうことがすごく大事で、そこをちゃんと見ないままに現実を過ごそうとして疲れているっていう感じがするんですね。でもうすでに皆さん体験して何かを超えてるはずなので、ちょっと今更って感じも思うかもしれないんですけれども、去年とかここまでの流れの中で大変だったこととか人生変わったよなっていうことを思い出してみて、それによって自分は今何を得られているのかっていうことをもう一回思い出してほしいんですね。でその中でちょっとだけ引っかかっていたこととか、ちょっと見ないようにしていたこととか、ちょっとこれは蓋をしてましたっていうことに対して、それに向き合える時間があるよっていう感じがするんです。この8月前半は要するに帰る場所に帰るっていうのは、素の自分、本当に素の自分、頑張りもしなくてもいいし心配事もないし無理もしない素の自分でいる時間があるからこそ、何かじゃあ落ち着くとか、そこから何かが生まれてくるっていうのがあるので、変に見ないように頑張るとか避けるっていう必要もないんですね。なのでもしかして自分がこれまで触れてこなかった痛みや見ないようにしてたことがあったとしたら、それももしかしたら見るにふさわしいタイミングなのかもしれません。でこの時は絶対に超えられます。それでまた落ちるってことはないんですね。うわこんなことがあったな、痛いなって思い出してもまだ痛いなっていうことがあったとしても、それを
経験した自分ってなんて素晴らしい、なんて人として磨かれた自分なんだろうかっていう感じです。それによって自分のことを全く責める必要もないし、私ったらこんなにも自分のことを責めていたっていうことにようやく気づくかもしれませんね。全然悪いことじゃないし、それを切り抜けられた自分って誇りに思えることなのに、そのことを見ないようにしていたみたいなね。それによってようやく本当の自分の価値に気づけるとか、なんだ私こんなことできたってなったら絶対できるじゃないみたいな、何かそういう何か素に戻るだけなんだけど、そこから純粋な自分らしさのエネルギーでまたやっていけるっていうような転換が、変化が起こりそうな気がします。そしてどの方法がいいのかなとか、こうすればいいのかな、こっちかな、いやそれともこっちかなと思っていたことに関しても、いやどっちでもよかったわみたいな感じでスッと答えが出たりとか、悩むことなくとにかくやってみようみたいな感じになるかもしれませんね。自分では自分に選択があるからどっちがいいのか、どうすればいいのか考えて納得いく答えが欲しいと思うかもしれないんですけども、もう十分にここまでやってきた自分っていうものをしっかりと認識できれば、どっちだってできるじゃないみたいな感じがあり、どっちの道だって祝福されているし、どっちの道だって到達できるよねみたいな感じがあるんです。非常に今細で出したのもペンタクスの10ということで、これまでの経験が全てなんだよみたいな、今までどれだけのことを自分が経験できてきたと思うっていう感じで言われてます。これは現実的にお金を稼ぐということだけじゃなくね、お金がないとか足りないとか言いながらも、どれだけたくさんのことができましたかとか、どれだけたくさんの豊かさを自分自身歩んできましたかみたいな感じで、その自分を認める感覚さえあれば、どんな道だって切り開いていけるみたいな感じです。でちょっとまだ自分ではちょっと頑張らないといけないんだよなみたいな、ちょっとよいしょっていかなきゃいけないような感じはあるんですけど、でもいけるっていう感じで、おそらくこれは8月の22日以降にじゃあやるかみたいな感じで動き出すんだろうなって感じがしますね。でそれまでっていうのは少しその動くっていうよりも感覚の中で落ち着くっていう方が強い感じがするんです。素になるとかゼロになるとか、何にもしなくていい時間を作るみたいなね、そんな感じなんです。なので焦っている方、もっと頑張らないととか、もっとこうしないとって思ってる方にとっては、それが進むかっていうと、なんか自分は頑張ってるのに進みにくいと思うかもしれないので、今ってそういう時なのねみたいな、なんかどれだけ進めてても自分では進んでないように感じる時なんですよね。実際は進んでるんですよ。実際は勉強とかだと分かりやすいと思うんですよ。これどれだけ勉強しても自分が理解できてるように思えないとかね、どれだけ頑張っても成果出てるように思えない。だけどよくよくそういう焦りとかなく考えたら、めちゃくちゃ成長してないとか、めちゃくちゃ進んでないってことを感じるっていう時なんですね。なのでなんとなく自分では、いやなんか全然そうは言ってもっていうような、なんか現実に対してもっと自分は有益でなければならないのか、もっとうまくやらなくちゃいけないと思ってるかもしれないけど、いやそんなことないよって、いや十分やってるよっていう、そのなんか現実と理想のギャップに気づくのかなって感じがします。でトータル的に言われてることなんですけれども、ちょっと待ってください。やっぱオラクルがねカップのキングということで、非常にねなんかナイーブに、またここでも出てきましたね、カップのこれはページですけれども、なんかナイーブな感覚の中から大志田さん独自の優しさが生まれてきそうな感じがするんですね。でこの優しさが何の役に立つのよって思うかもしれませんが、この優しさがあるからこそ人は生きていけるみたいな、そんな感じがあり、それは人から優しさを受け取るだけじゃなくて、自分の中にこんなにも優しい気持ちがあったとか、こんなにもいい感覚が自分の中にあるんだっていうことが、また自分をすごくなじませたり和ませたり癒したりとかして、なんかね広がっていくって感じがするんです。こうさっきのちょっとホッとする場所に帰るっていうのって、本当にはーってこう落ち着くのって、細胞に喜びが染み渡るって感じなんですよね。響き渡るって感じ、体の中に。なんかそれを体験してほしいって感じがします。でそのきっかけっていうのが、おそらく人から受ける優しさだったり、自分の中にあったこんなにも優しい気持ちみたいなのにお自覚できると、より一層それがいい形で広がるなって感じがします。自分が満たされる。
内側ですごい幸せを感じるっていう感じがしますね。これは内側で感じる幸せの時ですね。8月前半ね、いいですね。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見てみようかな。仕事、マジシャンカップ4逆、ワンドキング逆ですね。何かお仕事に関してはここでもそうなんですけど、すごく頑張りたいっていう気持ちと、なんかもうやりたくないんだっていう気持ちと両方あるのかなって感じがします。なのでどっちが顔を出してるかによってすごくモチベーションとか状態が変わるのかなって感じがしますね。ここでもなんか本当にやるぞってなったらものすごい高いモチベーションを維持しなければいけないみたいな、でもそんなに高いモチベーションをずっと維持できないとかね、かといってじゃあやらないっていう選択をしたらこうだしなみたいな感じで道が2つに分かれてるような気がするんですけれども、いやもうそれ自体が関係ないですからみたいな感じもあり、仕事っていうので言われるとこれもまた2つの可能性があり、先ほど言ったもし自分がすごく落ち着いて本当に豊かだっていう感覚の中に自分が入れた時にふっと湧いてくる感覚っていうものが絶対うまくいくっていう感覚みたいなんですよね。その何がどうだからっていう理由付けではなく、いや絶対これはうまくいく、こうすべきなんだみたいなすごく強い扉が開かれる感じがあり、これは本当にまだ形になってなくても今からこれとあれとあれを使えばできるとかね、こうしてああしてこうすればできるみたいな、その今から新しい世界を作っていくっていう準備ができるよっていうふうに言われているのと、今まで心配していたことっていうものを埋めていくわけじゃないんだよみたいな感じ。今まで心配していたことが消えて頑張るとかではなく、それが勝手に消えていくわけでもなく、心配事っていうのは常に自分が作り出そうと思えば作り出せる感覚だけれども、それはさておき自分で自分を進めていかなきゃいけないよねみたいな感じがあります。作り出すのは自分の想念だからみたいな、これは不安も作り出せるけど現実を作り出すのも自分の想念から作り出せるので、そういう意味でお仕事っていうのはすごくクリエイティブな種っていうのが芽生えそうな気がしますね。まだ種なんですけど、これを8月の後半からね形にしていくっていう流れかもしれませんね。でも何かが生まれそうな感じがします。それは全く新しいって感じがします。昔感じていた不安なことを埋めるためのことではなく、もちろんこれまでの経験を生かして何かっていうのも全然いいんですけども、今から自分がどんな世界を作りたいのっていう、その本当にどんな世界でも作れるじゃないっていう感じがあるので、既存のものに縛られずに自分の中から湧いてくる感覚で計画立てていってください。お仕事はね、いい感じ、新しいブランニューな感じがします。でそれ、もう一つね、人間関係も見てみますね。人間関係、何かね一つ要するに引っかかってることがあるなって感じがするんですけど、それは過去のことなんですよね。今って感じじゃないんですよ。これから傷つけられるわけでもないんですよ。過去に自分が傷ついたことや完全に消化してないことっていうのにずっと負担をして持ってるがゆえに、何かが来た時にそれがブルブルって震えるみたいな、ちょっと怖くなるみたいな感じで、ちょうどそれも全部溶かしましょうねとか、全部それ今クリアになるよみたいなね、この8月上旬なので、この人間関係に関しても過去のことはもう過去なんですよ。それは関係ないんです。誰かと比べて自分はどうだって思う必要もない。人間関係で見た時にカップの9とソードのページじゃなくてソードのナイトですね、これはとお月さんっていうのが出ているので、すごく関わりたいけど関わりたいんだけど止まってるみたいな感じかな。止まってるっていうよりもなんかエネルギーが目詰まりしてる感じがあって、人を求める気持ちっていうのはすごくある。でも求めるがゆえに求めすぎちゃって相手に文句を言いたくなったりとか、もっとこうしてほしいとかもっとこうであってほしいみたいなことを言いたくなったりするし、でもそんなこと言わない方がいいって分かってるから言わないけど、
なんかそこに人を通しての喜びってすごくありそうなんだけど、でもすごく自分はそこにもやをかけて見えないようにしているっていう感じもあるので、可能性というか喜びっていうものはすごくあるけど、その突破口っていうものを自分の中でまだ見つけてないんだなっていう感じがするんですね。どの方向でもいけるって感じがあります。なのでこういうのが出てるっていうことは、まずは例えばですけど、誰かに対して怒りを持つとか、もっとこうしてよとか、もっとああしてよみたいな欲求を誰かに対して感じるということは、どうしてもその怒りという感情に飲まれがちですけれども、自分は人にこれだけ求めてるんだなっていう、人にこうしてほしいと思ってるとか、人に対して自分はこういう欲求があるんだなっていうことをまず自覚する。でそしてそれは自分が言わずとも相手から与えられるものじゃなくて、自分も歩み寄りながら相手が分かるように欲求を伝えていかなきゃいけないと。でそれがちゃんと伝わった時に、ちゃんとなんか道筋が揃った時に自分に入ってくるものだよって感じで言われてる気がしたんです。そのちゃんと伝わるまでの間、いろんなちょっと紆余曲折があって、自分ももういいやって思ってみたり、相手も誤解してみたりみたいなことがあるので、そこを根気よくつなげていくような努力をすればちゃんとつながるよって言われてます。自分の求めているものはちゃんと伝わるんだよっていう感じ。ただちょうどこの8月の5日から8月29日までっていうのは水星の逆行期間で誤解が生まれやすいみたいな時でもあるので、あえて誤解が起こることを前提に何度もきちんと話をするとか、言い方を変えて伝えるとか、自分の怒りっていうものにとらわれすぎずに相手が受け取りやすい形で伝えるみたいな感じでしていくと、それでなんとかつながっていくんだなって感じがします。ただただラッキーだけじゃなくね、ただ思うんですけど、他者からはそんなにね批判されてるわけじゃないんですよ。本当に大志座の皆さんの何かを批判したり強く攻撃してるっていうわけではないんですけれども、なんかご自身が勝手に周りは敵だとか悪く思われてるんじゃないかみたいな、そういう思いというかそういう不安な気持ちっていうのがあるんだなって思うんですよね。でもそれは本当過去のことって感じ。過去に起きたことじゃないですかって、それをもう周りの人も過去のことって分かってますよみたいな感じです。なのでやっぱりこの時期は自分の中の優しさとか他者との優しさっていうものをしっかりと把握して、それを細胞に行き渡らせて自分自身に帰って、そして何にもしなくていい時間を作って蓄えてねって感じかな。そしたら自然と出てくるから、自然と何かね、そんな感じでしょうか。ちょっと最後にもう一枚引かせてください。8月前半のキーカード。はいほい、Face Your Fears ということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば、ご自身へのメッセージだと思って自分の直感でメッセージを受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかまた聞かせてもらえると嬉しいです。誰でもねやっぱり不安なこととか自分の苦手なことってあると思うんですけど、そこにちゃんと向き合っていくことによって、実はそれが自分の魅力だったとか、他者はそんな責めてないよとか、そういうのに分かるよって感じで言われてます。だからやっぱ自分を責めてるのって結局自分だけなんですよね、おそらくね。流れのままに行きたいって感じなんでしょうけどもね。全然流れのままに行ってもらっていいんですよ。とにかく落ち着く場所で落ち着いてください。そしてきちんと自分自身を思い出してください。でその時にだからこそ向き合えることがあれば向き合ってみてくださいね。そして優しさを忘れないそんな感じで頑張ってください。ということで次回また8月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。もし何かしらねご質問があればコメントで書いていただけると嬉しいです。ということでいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。